食べ物まるっと研究所です。今回は小豆で作られるあんこ、小豆あんの体への影響についてお話しします。和菓子の定番で人気の高い小豆あんには、あまり知られていない驚くべき健康効果が10個あります。ただ食べ過ぎることによるデメリットも3つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして、小豆あんで得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。それでは、小豆あんの健康効果からいってみましょう。小豆あんの健康効果1つ目は高血圧の予防です。小豆あんに含まれるポリフェノールは、血管を緩めて血圧を下げる効果が期待できます。青森県立保健大学の研究でも、高血圧のラットにポリフェノールが含まれる小豆抽出物を与えると、心臓と腎臓における収縮血圧が優位に低くなったと結果が出ています。また他にも小豆あんに含まれるサポニンやカリウムにも血圧を下げる作用があるので、合わせて高血圧の予防ができるというわけですね。名古屋経済大学の論文でも、カリウムは高血圧の原因となる過剰なナトリウムを排出する機能があり、小豆からカリウムの摂取が可能である。また小豆に含まれる苦味物質であるサポニンには血圧を下げる働きがあるとしています。小豆あんの健康効果2つ目は肝機能障害の予防です。小豆あんの原料である小豆には肝硬変や肝臓がんなどの病気に進行する可能性がある肝機能障害を予防する効果があります。中国農業大学の論文でも、小豆は高脂肪食による肥満を大幅に緩和して脂質の代謝障害を調節、肥満に関連する肝機能障害と脂肪肝を軽減すると結論付けています。また他にも、小豆あんに含まれるポリフェノールには、脂肪肝の進行や肝機能の低下につながる肝臓の炎症を抑える効果が期待できます。帯広畜産大学の研究者の論文でも、小豆ポリフェノールは炎症により発生する活性酸素などを除去して、細胞や組織へのダメージを抑えることで、結果的に肝臓の炎症拡大を抑制している可能性がある。小豆ポリフェノールには酸化防止効果や肝臓保護作用があると結論付けています。小豆あんの健康効果3つ目はアンチエイジングです。ストレスや不健康な生活などで体内に過剰に発生した活性酸素は、細胞や組織にダメージを与えて老化を進めてしまいます。小豆あんに含まれるポリフェノールは抗酸化作用を持っていて、老化の原因になる過剰な活性酸素を除去、働きを抑制してくれるので、アンチエイジング効果が期待できます。中国黒竜江省農業科学院の研究でも、小豆に含まれる成分は、体を酸化させる様々なフリーラジカルを除去する能力があり、小豆の抗酸化能力が確認されたと結果が出ています。また他にも小豆あんには大豆イソフラボンの一種であるゲニステインが含まれています。このゲニステインも強い抗酸化作用を持つので、ポリフェノールとともにアンチエイジング効果があるんです。韓国右側大学の研究でも、小豆に含まれるゲニステインは線虫の寿命を大幅に延長した。ゲニステイン治療は線虫の寿命だけでなく、健康寿命にも影響を与えると結果が出ています。小豆あんの健康効果4つ目は、がんの予防です。小豆あんに含まれるポリフェノールは、がん細胞を自ら死滅させて、がん細胞の増殖を抑える効果があります。三重大学の研究者の論文でも、小豆に含まれるポリフェノール類は、人の胃がん細胞を自然死させ、増殖を抑制することが分かったとしています。また、小豆あんのポリフェノールには抗酸化作用があるので、がんの原因になる過剰な活性酸素を抑えてくれるんですね。東京慈恵会医科大学の研究者の研究でも、粒あんとこしあんに含まれるポリフェノールには抗酸化活性があり、ヒト白血病 T 細胞核の再化ストレスを抑制すると結論付けています。小豆あんの健康効果5つ目は便秘改善です。小豆あんには水溶性食物繊維と不溶性食物繊維が含まれています。そのうち水溶性食物繊維は腸内のビフィズス菌など腸内環境にいい影響のある菌を増やす効果があります。そしてもう一方の不溶性食物繊維は腸内で便の傘を増やすとともに
腸の動きを活性化させて便秘改善に役立つんですね。名古屋経済大学の研究者の論文でも、小豆は腸内有用菌であるビフィズス菌を増やす働きを持ち、食物繊維も多いので便秘の予防や有害物質を体外に排出する働きがあるとしています。小豆あんの健康効果6つ目は腎臓の保護です。高血圧は腎臓に負担をかけて腎障害の原因になります。小豆あんに含まれるポリフェノールやサポニン、カリウムは血圧を下げる作用があるので、高血圧を予防することで腎臓の負担を軽減してくれるんですね。名古屋経済大学の論文でも、高血圧のラットに小豆エキスを摂取させた動物実験では、収縮血圧が緩和されたほか、腎臓機能保護作用が見られたことから、小豆は抗酸化作用、高血圧予防効果、腎臓保護作用を有すると結論付けています。小豆あんの健康効果7つ目は脂肪の蓄積を抑えるです。小豆あんに含まれるサポニンは脂肪の蓄積を抑える効果や脂肪燃焼を促進する効果があります。また小豆あんには食物繊維が含まれているので、食後の満足感を得られやすく、食べ過ぎを防ぐことができるのも嬉しいポイントです。帯広畜産大学の研究でも、ラットに小豆ペーストを与えると、毎日の食事エネルギー摂取量が低下し、脂肪蓄積の減少が観察されたと結果が出ています。また他にも、中国農業大学の研究では、小豆のフラボノイドとサポニンは、どちらも肥満マウスの脂肪組織の蓄積を大幅に減少した。小豆の摂取により、高脂肪食によって誘発される肥満、脂肪蓄積が大幅に減少すると結論付けています。小豆あんの健康効果8つ目は LDL コレステロール値を下げるです。血液中の LDL コレステロールが多すぎると血管内に蓄積して動脈硬化や血栓症の原因になってしまいます。小豆あんに含まれるポリフェノールはそんな LDL コレステロール値の上昇を抑える効果があります。三重大学大学院の論文でも小豆にはポリフェノールが豊富に含まれている。小豆のポリフェノールはコレステロールの吸収を抑制する能力があると結論付けています。また他に、コレステロールが活性酸素によって酸化されると、LDL コレステロールとなって血管内に蓄積されてしまいますが、小豆あんに含まれるサポニンには活性酸素を抑える抗酸化作用があります。コレステロールの酸化を防いで、LDL コレステロール値の上昇を防いでくれるんですね。農研機構の研究でも、ラットにポリフェノールを主体とした小豆抽出物を与えると、LDL コレステロール値の上昇が抑制されたと結果が出ています。小豆あんの健康効果9つ目は視力の回復です。小豆あんに含まれるアントシアニンには、血流を促進して目の筋肉である毛様体筋の緊張をほぐす効果があります。これによってスマホやテレビ、パソコンなど目を酷使することによる眼精疲労を改善して視力を回復してくれるんですね。名古屋経済大学の論文でも、小豆に含まれるアントシアニンは視力の回復に有効であると発表しています。小豆あんの健康効果10個目は認知機能低下を抑えるです。ストレスなど様々な原因で発生する過剰な活性酸素は認知機能の低下を招いてしまいます。小豆あんに含まれるポリフェノールは抗酸化作用があるので、過剰な活性酸素の働きを抑えて認知機能の低下を防いでくれるというわけですね。東京慈恵会医科大学の論文でも、低濃度の活性酸素は生体防御などのいい効果を示す反面、高濃度では認知症などの発症に影響を与える。このため適量の抗酸化成分の摂取が必要である。粒あんとこしあんには共にポリフェノールがあり、抗酸化活性があると結論付けています。また他にも韓国釜山国立大学の論文では、小豆抽出物は高脂肪食によって誘発される認知障害と記憶機能障害から保護する可能性があると発表しています。このように小豆あんには様々な健康効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。そんな小豆あんを食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。小豆あんを食べ過ぎるデメリット1つ目は肥満です。小豆あんは適量摂取であれば脂肪の蓄積を抑える効果が期待できます。
ただ、食べ過ぎると糖質の摂りすぎで太る原因になってしまいます。肥満は高血圧や動脈硬化、糖尿病など様々な重大疾患にもつながるので、いつもの食事にプラスして小豆あんを食べ過ぎるのは避けた方がいいです。普段のおやつを小豆あんに置き換えるなど、全体の食事バランスやカロリーを考えながら取り入れていきたいですね。小豆あんを食べ過ぎるデメリット2つ目は下痢です。小豆あんには食物繊維が含まれていて、便通改善や整腸作用が期待できますが、摂りすぎると下痢を引き起こすことがあります。特に食物繊維でお腹の調子が悪くなりやすい人は注意が必要です。食物繊維が少なめのこしあんを選んでいくのも一つの手ですね。小豆あんを食べ過ぎるデメリット3つ目は肌荒れです。小豆あんにはポリフェノールやサポニンなど美肌作りにいい成分が含まれていますが、食べ過ぎると糖質の摂りすぎで肌に悪影響を与えてしまいます。その原因が糖化です。細胞が糖化すると肌の張りを保つためのコラーゲンが破壊されてシワやたるみの原因になります。また肌の乾燥にもつながるので肌のバリア機能が薄れて肌荒れの原因になってしまいます。このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。それでは小豆あんの適正量はどのくらいなのか。農林水産省の食事バランスガイドではおやつは1日200キロカロリー以内としています。食品成分データベースではこしあん 100g あたり147キロカロリーなので 130g 程度で200キロカロリーです。粒あんは 100g あたり239キロカロリーなので 80g 程度で200キロカロリーとなります。またおまんじゅうやおはぎなど加工されたものを食べる際にはトータルのカロリーや1日の食事バランスを考えながら摂取量を調整していくことが大切ですね。次に食べ方のポイントをお話しします。食べ方のポイント1つ目はポリフェノール量は粒あんの方が多いです。粒あんには小豆の皮がそのまま含まれているので、こしあんと比べて外皮に含まれるポリフェノールやサポニンの含有量が多いです。東京慈恵会医科大学の論文でも、ポリフェノール濃度は小豆、粒あん、こしあんの順に減少する傾向にあると結果が出ています。また、粒あんは皮が含まれるので、よく噛み締めることになります。その結果、こしあんと比べてより甘みを感じやすく、満足感を得ることができるのも嬉しいポイントです。食べ方のポイント2つ目は手作りもおすすめです。小豆あんは好きだけど糖質が気になるという場合は、小豆あんを手作りすると糖質量を調整することができます。小豆あんの作り方は、小豆を洗って鍋にたっぷりの水と一緒に茹でます。アクが出るので一度ざるに上げ、再度水を入れて茹でます。蓋をして弱火でコトコト40分程度。豆が歯で潰せるほどの硬さになったら煮小豆の出来上がりです。ここからあんこにする場合は、さらに茹でて、舌で押しつぶせるほどの柔らかさにしてから、砂糖やラカントなど、好みの甘味料を数回に分けて入れ、練っていきます。ここで好みの甘さに調整できるのが手作りの強みですね。好みの甘さ、硬さになったら出来上がりです。毎回食べる前に小豆あんを手作りするのは大変なので、煮小豆を作って冷凍保存しておくのもいいですね。次に小豆あんのおすすめの食べ方をお話しします。小豆あんのおすすめの食べ方一つ目はお汁粉です。寒い日にはお汁粉でほっと一息つくのがおすすめです。小豆あんを同量の水で溶いて一煮立ちさせるだけです。仕上げに塩を一つまみ入れると甘さが際立ちます。小豆あんのおすすめの食べ方二つ目はヨーグルトにトッピングです。プレーンヨーグルトに小豆あんをトッピングするだけ。ヨーグルトの酸味と小豆あんの上品な甘さがマッチします。小豆あんといえばお餅やパンといったイメージですが、どうしても糖質が高くなりがちです。プレーンヨーグルトであれば糖質を抑えて美味しく小豆あんを食べられます。小豆あんのおすすめの食べ方3つ目は冷凍してアイスにです。小豆あんが余ってしまった。そんな時は冷凍して保存するのがおすすめです。食べたい時は湯煎で解凍できますし、そのままアイスとして食べても美味しいです。固めの食感にはなりますが、それもまた美味しいですね。溶けてくるに従って甘みを強く感じるようになってくるのも嬉しいです。今回は小豆あんの健康効果など体に与える影響についてお話ししました。
何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しい小豆あんを適切な量食べて健康な体を作っていきたいですね。また、特定の疾患がある方は、医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。